こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は SD ワールドヒーローズに登場する群馬を作っていきたいと思います。結構前に群馬を1回作ったことがあるのですが、昔に比べて私も少しはプラモデルを作るのが上達したので、上手に群馬を作りきれるといいですね。ということでまずは群馬の箱の中身をチェックしてみましょう。はい。こちらが今回作る群馬になります。箱の中身は通常のランナーが2枚。クリアパーツランナーが1枚。そして説明書が1枚入っています。シールは入っておらず、組み立てるだけでかっこいい群馬が手に入るというものですね。まあ、700円で買えるキットですからね。シールがないのはしょうがない。それでは群馬を組み立てていきましょう。群馬の組み立てに使用するのは、タミヤの薄葉ニッパー。このニッパーは少し値が張りますが、値段相応の性能なので結構おすすめです。さて、群馬の組み立てなのですが、群馬はランナーが3枚しか入っていないキットなので、組み立てに慣れている方であれば10分程度で作り切ることができます。お手軽でいいですねこれ。あ、そうそう。組み立てる時なのですが、ジョイント部分にニッパーで切れ込みを入れています。この切れ込みを入れることで、組み立てたパーツが取り外しやすくなります。この取り外しやすい状態が、改造作業の快適さに関わってくるので、地味ですが結構重要な加工ですね。はい。こちらが組み立てが終了した群馬になります。いやー、群馬は久しぶりに作りましたが、かっこいいなこれ。このクオリティでお値段770円。投げ売りされているところでは500円以下で買える良いキット。メインのキャラを乗せるサポートメカの立ち位置ですが、この群馬単体でもなかなかの満足度なんですよね。さて、この群馬、先日作ったあるガンダムをどうしても乗せたい。そのために、色々な改造と塗装を行い、あるガンダムを乗せるのにふさわしい姿形にしていきたいと思います。まあ、サムネでネタバレしているんですけどね。それでは群馬の改造を始めたいと思います。はじめに群馬の頭部を改造していきます。まずは、群馬の頭部についている縦紙を、ニッパーを使用して、大まかに切り取っていきます。縦紙は首元から入るような形で成形されているのですが、首元の縦紙はニッパーで切り取りづらいので、無理に切り取ろうとしないで、切り取れる範囲だけ切り取っていきます。縦紙を大まかに切り取ることができたら、彫刻刀を使用して、切り取り残した縦紙を少しずつ取り除いていきます。成形された縦紙を取り除いたら、クリアパーツの縦紙を頭部に取り付け、パーツの縁に合わせて縦紙を切り取ります。ニッパーでクリアパーツを切ると高確率で割れますが、今回は無視して OK。群馬の縦紙を取り除くとこんな感じ。フォルムがかなり馬に近づきましたね。続いて群馬の頭部に穴を開けていきます。穴を開けるために使用したのは、ピンバイス。このピンバイスを使用して、頭部に3ミリの穴を開けます。頭部に穴を開けたことで、端材のランナーが頭に刺さるようになりました。さて、頭部の加工が一段落したので、流し込み接着剤を使用して、頭部にある合わせ目を消していきます。合わせ目部分に接着剤を大量に流し込み、約40秒ほど接着剤がプラスチックを溶かすのを待ったら、パーツを思いっきり貼り合わせます。この時に合わせ目から溶けたプラスチックがはみ出てきたら、合わせ目消しは大体成功です。続いて、先ほど頭に突き刺したランナーを改造していきます。まずは適当に切り出した1ミリ厚のプラ板に、毛書き針を使って、傷をつけていきます。毛書き針でプラ板に傷をつけることができたら、つけた傷を目印に、ピンバイスで、3ミリの穴を開けていきます。穴の開いたプラ板を作ることができたら、頭に突き刺したランナーにプラ板を取り付けていきます。重ねるプラ板の枚数は決まっていませんが、個人的に気に入る長さになるまで、瞬間接着剤を塗布しながら、プラ板を重ねブロック状に加工していきます。瞬間接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して、作ったブロックの形を整えていきます。この作業ではブロック状になっている塊を、円錐の形に加工していきます。
ニッパーを使用してある程度ブロックの形を整えたら、リューターにブロックを取り付け、当て木に貼り付けた紙やすりを使って、一気にブロックを削っていきます。そうそう。この作業なのですが、ニッパーを使った切り取りが甘いと、削り作業にめちゃくちゃ時間がかかるので、完成形に近い状態までニッパーでプラ板を加工するのが正解ですね。リューターでブロックを大まかに削った後は、鉄やすりを使用して、円錐の先端を尖らせ、リューターで荒れた表面をきれいに整えます。すべての加工が終わったら、頭部に作ったパーツを取り付けます。角度は調整できるので、かっこいいところで取り付け、なかなかいい感じの角ができましたね。続いて軍馬の口元の改造を行います。口元の改造には、ジャンクパーツを使用したいと思います。今回用意したジャンクパーツは、かなり前のものなので記憶が曖昧なのですが、確か MG のエクシスガンダムのものかな？さて、ランナーから切り離したパーツをさらに細かく分割します。残った部分は後日また使うかもしれないので捨てずに保管しておきます。用意したジャンクパーツが軍馬にフィットするかを確認して、思った通りのシルエットになっているようであれば、パーツを頭部に取り付けていきます。まずはリューターを使ってパーツを取り付けるための接地面を作ります。パーツを取り付ける予定の軍馬の頬は、かなり丸まっているので、大胆にパーツを削ってしまいましょう。軍馬の方を平らにすることができたら、エポキシパテを使用して、用意したパーツを軍馬に取り付けていきます。この時、パーツに開いている余計な穴も、エポキシパテで一緒に埋めてしまいます。これで軍馬の頭部にパーツがしっかりつくはずです。多分、エポキシパテが乾燥したら、デザインナイフと彫刻刀を使用して、頭部とパーツが馴染むように、余分なパテを切り取っていきます。パテを切りすぎたり、力を込めて作業をするとパーツが外れてしまうので、ゆっくり丁寧に作業をしていきましょう。続いてプラ板とヒートガンを使用して、馬のハミを作っていきます。プラ板が柔らかくなるまでヒートガンを当て、当て木の幅に合わせてプラ板を成形していきます。プラ板の加工が終われば頭部の改造は終わりです。これまでに作ったパーツを頭部に取り付けて、不具合がないか確認してみます。こちらが改造を終えた頭部になります。なかなかいい感じに仕上がったのではないでしょうか？はい。続いて胸部の改造を行います。まずはじめに、軍馬の胸部にあるジョイントを取り除いていきます。ジョイントを切り取るために使用するのは、2種類のニッパー。ゲートのような細いジョイントは薄葉ニッパー。太いジョイントには頑丈な通常のニッパーを使用します。すべての作業は薄葉ニッパーでもできますが、ニッパーが壊れると悲しいので、道具はしっかり使い分けましょう。ジョイントを切り取り終わったら、切り取った際にできた穴の裏に、0.5 ミリ厚のプラ板を貼り付けます。このプラ板は後で穴を埋めるために使う素材が、パーツの奥の方に入っていかないようにするための蓋です。続いて胸部の後はめ加工を行います。まずはジョイントの延長線上にある部分を、ニッパーを使用して、たくさん切れ込みを入れていきます。切れ込みを入れ終わったら、彫刻刀を使用して、ニッパーで切れ込みを入れた部分を取り除いていきます。切れ込みを入れた部分を取り除くと、ジョイントに沿った穴を開けることができます。穴を開けただけの状態では作業箇所が荒れているので、鉄やすりを使用して、作業で荒れた断面をきれいに整えていきます。ヤスリで断面を整え終えたら、胴体パーツが胸部パーツに後からはまるか確認し、スムーズに取り外しできるようであれば後はめ終了です。後はめ加工が終了したので、続いて胸部の合わせ目を消していきます。作業工程は頭部と同じなので割愛します。続いて胸部のジョイントを取り除いた際にできた穴を埋めます。この作業に使用するのは、P カッターを使って出たプラスチックの端材と、流し込み接着剤です。プラスチックの端材に流し込み接着剤を適量つけて、プラスチックの端材をガムのような状態にします。この溶けたプラスチックがパテの代わりになり、開いている穴を塞ぐというわけですね。さて、このプラスチックパテですが、あまりやらない方がいいですね。接着剤が乾燥する際にプラスチックがかなり引け、パテの内部も気泡だらけになるので、完成時の見栄えがあまり良くありません。
今回はエポキシパテがちょうど切れてしまったので、穴埋めに使っていますが、素直にエポキシパテを買いに行った方が効率的に作業することができますね。さて、プラスチックパテが乾燥したら、デザインナイフ、リューター、ヤスリを使って、パーツをきれいに成形していきます。この時に、合わせ目消しの削りも一緒に済ませてしまいましょう。こちらが全ての作業が終わった胸部パーツになります。結構大変な作業でしたが、仕上がりはかなり地味ですねこれ。はい。続いて軍馬の胴体を改造したいと思います。まずはとあるガンダムを乗せるための位置を決めていきます。ガンダムの足が軍馬の開いたパーツ部分に収まるように、位置を確認します。ガンダムを乗せる位置を決めたら、デザインナイフを使用して、決めた位置を忘れないように印をつけておきます。次に印をつけた部分に、リューターを使用して穴を開けていきます。この穴はパーツに対して垂直に開けたいので、電動工具を使いました。リューターを使用して穴を開けたら、ピンバイスを使用して、穴を広げていきます。ガンダムを乗せるためにランナーを使用しているので、今回は穴を3ミリまで広げます。穴を開け終わったら、ランナーがしっかり刺さるか確認します。続いて、ガンダムを乗せる際に、リアアーマーが軍馬に干渉するので、干渉してしまう部分を取り除いていきます。それでは干渉部分を取り除いていきましょう。この作業に使用するのは、タミヤの薄刃ニッパー。切り取り部分のプラスチックは意外と薄いので、性能のいいニッパーで一気に切り取ってしまいましょう。干渉部分をきれいに切ることができたら、ガンダムを軍馬に乗せることができるようになります。開けた穴に少しゆとりがありますが、まあいい感じかな？ガンダムを乗せるための改造が終了したので、胴体の合わせ目消しを行います。流し込み接着剤を塗布して、パーツを貼り付けて終わり。はい。続いて胴体の改造でできた穴を塞いでいきたいと思います。この穴を塞ぐために使用するのは、0.5 ミリのプラバンと瞬間接着剤。適当に切り出したプラバンを胴体パーツに接着して、パーツからはみ出たプラバンを、ニッパーを使用して、切り取っていきます。プラバンを切り取り終わったら、紙やすりを使用して、パーツとプラバンが辛い位置になるまで削っていきます。綺麗にパーツを成形することができたら胴体の改造は終わりになります。こちらが改造後の胴体パーツになります。そうそう。合わせ目の削りは動画では割愛しましたが、しっかりやっておきました。はい。続いて軍馬の脚部を改造していきたいと思います。まずは脚部に開いている大きな肉抜き穴を埋めていこうと思います。はじめに、アルミホイルを、脚部の肉抜き穴に詰めていきます。アルミホイルを詰めることで、この後に使用するエポキシパテの量を減らすことができるため、貧乏症な私はよく使っている手法になります。肉抜き穴にアルミホイルを詰め終えたら、詰めたアルミホイルの上から、エポキシパテを持っていきます。動画ではスパチュラ代わりに超触スティックを使って作業していますが、このパーツは細かくないので、指を使ってパテを押し込んだ方が効率がいいかもしれないですね。パテを詰めるとこのようになります。さて、詰めたパテが乾燥したら、デザインナイフを使用して、大まかにパテを切り取っていきます。この時にしっかり切り取らないと、後で削る際にかなり苦労するので、面倒くさがらずしっかり作業していきましょう。大まかにパテを切り取ったら、リューターを使用して一気にパテを削っていきます。この作業では細かい粉塵が舞うので、マスクをして粉を吸わないように注意しましょう。リューターを使用してパテを削り終わったら、紙やすりを使用して、パテとパーツをきれいに成形していきます。紙やすりを使用して、パテとパーツの境目が辛い位置になったら、脚部の肉抜き穴埋めは終了です。続いて脚部の後はめ加工を行います。まずはニッパーを使用して、脚部のジョイントを加工していきます。脚部のジョイントは O 字になっていて、後からパーツを取り付けられない構造になっています。なので、この O 字ジョイントが C 字になるように加工していきます。ジョイントが C 字になることで、後からパーツを取り付けることができるようになりました。後はめ加工が終了したので、続いて脚部の合わせ目を消していきたいと思います。接着剤を合わせ目に流し、パーツを貼り合わせ、パーツをきれいに成形したら合わせ目消し終了。
これで群馬に行う改造作業は全て終わりになります。はい。こちらが改造作業を終えた群馬になります。あとはめ加工の関係で足はつけていませんが、私が作りたかった理想の形になったと思います。あとは改造箇所に不具合がないかを確認して、特に問題がないようであればサーフェイサーを吹いてしまいましょう。はい。こちらがサーフェイサーを吹いた群馬になります。合わせ目は綺麗に消えていますが、プラスチックパテで処理した胸部に、少し気泡の跡がありますね。これは後で瞬間接着剤などで埋めておきましょう。あとは特に目立った修正箇所がないので、群馬を塗装していきましょう。はい。それでは群馬の塗装を始めていきます。まずはじめに群馬の本体色である、白色を塗装していきます。この塗装に使用した塗料は、シタデルカラーのコラックスホワイト。この白は隠蔽力が高く、ストレスが溜まる白の塗装を、ノンストレスで行うことができる優れものです。今回は群馬に乗せるガンダムに合わせて、群馬も同じ白を使って塗装しました。白の明度が違うと違和感が出てしまいますからね。しっかりと同じ色にしていきましょう。続いて灰色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのエアクラフトグレー。この色は群馬の各部にある、モールドを塗り分けるために使用しました。モールドの塗り分けは説明書などに指定されているわけではないので、自分の好みに合わせて塗装していきましょう。続いて黄色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、シタデルカラーのアバーランドサンセット。改造時に作った角や、はみ、そして頭部の塗り分けに使用しました。この塗料はかなり隠蔽力が高いので、塗りすぎて塗膜がベタベタにならないように、注意して塗装していきます。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのモンザレット。この色は群馬の頭部だけにしか使用しなかった色です。モンザレットは赤色なのですが隠蔽力が高く、比較的簡単に塗膜ができるので、先ほどの黄色と同様に色の塗りすぎには注意しましょう。続いて暗い灰色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのジャーマングレー。群馬の頭部や蹄を塗装するのに使用しました。先ほど塗装したエアクラフトグレーだけでは、全体の情報量が乏しく、のっぺりした印象になってしまうのですが、この暗い色が少し入るだけで、見た目がスタイリッシュになりますね。続いて緑色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのメタリックグリーン。この色は群馬の目と体の一部に使用しました。ガンダムタイプの目を塗装するのには定番の色ですよね。まあ、今回は馬なんですけど。最後に金色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのゴールドリーフ。この色は群馬の体にあるモールドを塗り分けるために使用しました。塗り分けるモールドですが、これも個人の好みで塗り分けを行います。全体のバランスを見て、絶対かっこいいでしょ、と思う部分に塗装します。はい。群馬に行う塗装が終了したので、続いて墨入れを行っていきます。墨入れに使用したのは、タミヤの墨入れ用塗料ブラック。この塗料を改造時に彫り直したモールドに流し込んで色をつけ、群馬にメリハリをつけて格好を良くしていきましょう。墨入れ塗料が乾燥したら、綿棒とエナメル溶剤を使用して、モールドからはみ出た余分な塗料を拭き取っていきます。そうそう。この墨入れ作業なのですが、墨入れを行う前に光沢のトップコートを拭いています。光沢のトップコートを拭く理由ですが、艶消し状態のマットな塗膜に、墨入れ塗料を塗装してしまうと、マットな塗膜に墨入れ塗料が滲み、溶剤で塗料を拭き取りづらくなってしまいます。塗料が滲んで取れない部分はリタッチすればいいのですが、これがなかなか手間なので、あらかじめ光沢のトップコートを拭き、作業の手間を減らしておきました。はい。墨入れを含めた塗装作業が終了したので、最後の仕上げを行いたいと思います。まずはガンダムマーカーを使用して、群馬の網に目印をつけます。
ペンで印を付け終えたら、この目印の部分に、毛書き針で傷をつけます。毛書き針で傷をつけ終えたら、ピンバイスで、傷をつけた部分に穴を開けます。網に開ける穴の大きさは 1.5 ミリになります。網に穴を開け終えたら、適当な糸を用意します。用意した糸を、実際の手綱の長さを参考にして、1本切り出します。糸を切り出したら、水性塗料のピンクを水で希釈し、ピンクの色水を作ります。ピンクの色水を作ることができたら、この色水の中に、先ほど切り出した糸をつけ着色します。今作った色水は薄すぎてあまり色がついていないですね。後でやり直しましょう。はい。着色した糸が完成したら、網に開けた穴に糸を通し、糸を結んで、根元の部分に接着剤を塗布し、取り付けに邪魔な結び目を切り取ります。完成したパーツを取り付けたら、群馬に行うすべての作業は終了になります。それでは完成した群馬をご覧ください。はい。こちらが完成した群馬。いや、風雲再起でございます。これは、かなりいいんじゃない？めっちゃ風雲再起じゃないですかこれ？個人的にかなり忠実に再現できたと思うのですが、どうでしょうか？少し色分けがうるさいですかね？ではお待ちかねの。はい。BB 戦士のゴッドガンダムを風雲再起に乗せてみました。これめちゃくちゃかっこいいですね。思わず自画自賛してしまうかっこよさ。この騎乗状態のゴッドガンダムを見るために頑張りました。スパロボで風雲再起に乗せたゴッドガンダムを短期で突っ込ませ、無双して遊んでいたのを思い出します。余談はさておき、今回の作成で失敗したところの話を。今回の作成、大きく失敗したところがありませんでした。強いて言えば、胸部の穴埋めにプラスチックパテを使ったところ、そして頭部の網を取り付ける際、糸が思ったよりも太く、無理やりパーツを取り付けようとした時に、頬に取り付けたパーツがパテごと取れそうになったくらいです。どれも被害が軽微というか、よくよく見ないとあらがわからないので、そのまま修理もせず放置しています。というわけで、風雲再起作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何か作ったら動画にして投稿するので、その時は改めてこのチャンネルを覗いていただけると幸いです。では、さよなら。Are you listening?